ちは。今日は後ろ中心に縫い目があって後ろが空きになっている部分の持ち出し付きの空きの説明をしようと思います。まずは市販の型紙なので空き止まりがあるものはそこから上でっていうことにしたらいいんですけど、自分で製図された時なんかだと空きは何のためにあるかというと頭が入りやすいためにあります。これでだいたい60センチ頭周りが60センチあれば入りますので、60の空きになるように物差しで測って空き止まりを決めます。頭がちょっと大きいなという方はもう少し大きくした方がいいと思います。空き止まりが決まったらまず見返しの形を取ってきます。空き止まりから2センチ下から前見返しのつながりのいい形でロックもかけやすい形に書いてきます。これで見返しの形は決まりました。持ち出しの型紙を取ります。持ち出す幅は 2.5 センチから3センチで良いと思います。今回はちょっと 2.5 センチでやってみます。平行に2.5 センチずつ、これで上端と縫い止まりと見返しの下端と同じ位置に直角に線を入れます。ここは縫い止まり、これが見返しの端になります。これで縫い代をつけていこうと思います。縫い代は表地、これは1.5 センチで割るので、これと同じ幅で取っておきます。上端は1センチ中縫いするので1センチで取ります。下の端は見返しもロック始末なので持ち出しもロック始末でしておきます。これで、持ち出しには表面だけ、接着芯を貼った方がいいと思うので、左側のからつく表面というとこちら側なので、出来上がりから5ミリほどかけてちょっと真珠を貼るようにします。見返しも写します。
で型紙を切ろうと思います。裁断をしていきます。これには芯を貼ります。真珠を貼ったので裁断します。今回は後ろの見本なので前はないんですけど、後ろ中心を縫います。縫い止まりまでを縫います。そして持ち出しの上端だけ中縫いをしておきます。下はもうロックをかけてます。1センチで縫います。右と左が分かりにくくなるようでしたらシールを貼っとくと分かりやすいです。左の方に持ち出しを持ち出します。まず左の見返しを縫っていこうと思います。前身ごろちょっと省略してるんですけど、襟ぐりは途中からということでします。ここが1.5。まず持ち出しの方は縫い代
1.5 センチのところまでで縫い留めます。これで上端アイロンをかけた持ち出しをこの上端にぐっと差し込みます。これ軽く差し込むとこう段差ができてしまうので、こうギュッと差し込みます。これでよいしょ、身ごろの側から縫っていきます。この縫い目のあるところは右側を一緒に縫わないようにきちんとこう避けておいて、1ミリずらしたところを縫っていきます。この続きでもう一度襟ぐりも縫っていきます。こんな感じです。繰り返すとこんな風になってます。次に見返しを、右の見返しは普通につけます。見返しを留めます。この左身ごろをどけて縫います。縫う時のポイントなんですけども、引きずれないようにするには表地の縫い止まりよりも、見返しの方を控えて 1,2 ミリ控えて縫うことが大事です。やりにくい方はこうやって書いておくと分かりやすいと思います。ここも 1.5 の縫い代なんですけど 1.4 で縫っていきます。ちょっと印もしておきました。これが結構左側のものが邪魔になってくるので気をつけて縫ってください。これをのけましょう。この縫い止まりから下は左身ごろもあったりしてちょっと縫いにくいので、ここは縫い止まりまで縫うことにします。この部分は見返しを控えないといけないので2ミリぐらいの差をつけています。アイロンをかけて整えていきます。洋服はちょっと薄く仕上がった方が綺麗に仕立て上がるので、縫い代をちょっとカットしていこうと思います。で見返しの部分は
5ミリだけ残して切ります。持ち出しも一緒に切ってます。で、この角の部分は三角に切ります。ここは3ミリぐらいは角は3ミリはむしろ残して切っています。あと、襟ぐりはちょっと今後ろだけなんですけど、切り込みを入れます。透けるような素材だったり、布地が厚い時には半分に切ったりもした方がいいと思います。右側も切っていきます。右側も見返しは5ミリ残してカットします。このまま切ってしまっておきます。この角は斜めに切ります。これでアイロンで整えていこうと思います。襟ぐりは表に向かって縫い目が1ミリ見えるようにアイロンをかけます。見返し側ではなく表側です。さっき見返しを縫う時に控えていた部分がここの控えになって釣れずに綺麗に裏が控えられます。角は直角になるように目打ちでちょっと出してください。こんな風に見返しがつきました。あとはここがペロペロしているので、この見返し、右の見返しと持ち出しのこの部分を
ミシンかまたは手でペロペロしないように閉じておけば完成です。ちょっとここはミシンで閉じようと思います。前回は後ろが輪になっていて、涙開きを持ち出し付きのやり方を説明したんですけど、今回は後ろに針があるもの、例えば着物で作ったりとか、葉弱が足らなくて後ろを針にするとか、そういう時のための持ち出し付きの秋の作り方を説明しました。ちょっと一手間ではあるんですけど、持ち出しがないとやっぱり肌がちょっと見えたりすることもあるので、皆さんもこういう作り方があるので挑戦してみてください。